2つ目がですね、政治と金終わらせますということです。デジタルとルール作りで政治資金を丸ごと透明化していきます。チーム未来は前回の参院選から政治と金問題を終わらせるっていうことを公約として掲げておりましたが、実現の一歩として国政政党になってから100日以内、8月に実際に活動開始し始めたわけですけど、10月の頭にですね、未来丸見え政治資金というものを開発して公開しました。で、この未来丸見え政治資金はこんな感じのウェブサイトになってます。これ検索いただいたら皆さんすぐ見ることができますが、この未来丸見え政治資金は文字通り政党や議員のお金の流れを可視化するツールです。実際にチーム未来の収支もこのツールで公開されて、現在丸見えになっております。で、これね、大きく4つ特徴がございます。今までの政治資金収支報告書と違う点が4つあります。1つ目は収支の全体像が分かりやすいということです。この3キー図と呼ばれる図、この画面の図を使ってお金の流れを、ボリュームを視覚的に見やすくすることによって、各項目、どういう項目にどれだけ使われているんだろうっていうことが一目でわかるようになります。例えば我々で言うと、この右上のところにあるですね、参議院議員選挙の供託金っていうところにものすごいお金を使ってるんだなとか、そういったことがわかるわけですね。で、一方で左側収入面を見てみると、個人からの寄付がほとんどを占めるとともに、私本人、案の本人からの借り入れがあるということも確認できます。我々ね、企業団体献金は受けていないので、個人からの寄付というところです。で、支出面を見ると、ビラポスター代っていうのはこのくらいとか、供託金は全体のうちこれくらいということも読み取れます。政治資金収支報告書でも用いられている法律上の区分による図も用意しつつ、その区分よりも多くの方が見て分かりやすい、気持ちを持ちやすいような独自の区分を用いて、これ両方とも見えるようにしているという形です。2つ目はですね、収支報告書から読み取れない情報も記載しております。例えばですね、従来の政治資金収支報告書では単式簿記で年に1回の発表となるのに対して、未来丸見え政治資金では月次の収支であるとか、バランスシート、貸借対照表であるとか、出入金の詳細データも見ることができます。いわゆる通帳のような形になってて、1円単位でどこにどれだけお金使っているのかっていうのを可視化していますが、こういったことを通じてですね、データから読み取れる情報量格段に増えます。こういうデータの公開ができるっていうのは、背景にはクラウド会計サービスと呼ばれる今の会計サービスとシステムを連携しながらやっているので、お金のデータの流れを一つ一つ取り込みながらこの表を作っております。で、3つ目がですね、ミス、エラーが起きづらいということです。従来の政治資金収支報告書では単式簿記であるため、複式簿記と比較するとミスが発覚しづらい状況でした。また、現金などデータ化されていないお金の流れをまとめるので、どうしてもね、ミスとかエラーはこれ発生しやすい状況になっていたと思います。これに対してチーム未来としては、なるべく現金を使用しないという方針を取りつつ、キャッシュレスになるべく回すという方針を取りつつ、銀行口座紐付けやカード紐付け、クレジットカードを紐付けたりすることで、全ての取引をデータに残して、それをクラウド会計サービスに連携しながらやることで、ミスやエラーのないスムーズな収支の公開を目指しています。4つ目が年次ではなくて、いつでも公開可能ということです。さっきも話した通り、会計サービス、クラウド会計サービスに連携することで、仕分けさえ行えば、いつでも収支の全体像を公開することができます。これまでの政治資金収支報告書は毎年1回、翌年3月に提出した上で、いろいろね、総務省とか都道府県の選挙管理委員会が取りまとめて、だいたい11月末に公開されるっていう流れがありました。なので、公開されるまでに、11月に去年のものなので、最大で1月に使ったものが翌年の11月なんで、大体ですね、2年弱、23ヶ月くらいのタイムラグが、その公開までにあったわけですけど、未来丸見え政治資金は議員とか政党が公開したいという意向さえあれば、いつでも公開できるようになります。そして今後のアクションで申し上げると、チーム未来としては今年3月、これね、選挙あったので4月か5月になる可能性もありますが、今年提出する政治資金収支報告書をこの未来丸見え政治資金を使いながら作成する予定です。私たちはこの政治資金の流れを透明化するツールを自分たちで使うだけじゃなくて、他の政党さん、他の政治家さんにも広げてまいります。昨年12月に実現した参院自民党との政策合意の中では、今年中に所属議員全員に向けて未来丸見え政治資金を周知する機会を設けることを約束いただきました。党首の安野貴博私が直接ですね、議員の皆様に向けていろんな詳しい説明も行う予定です。
また、自民党以外にも多くの議員の方々から興味を持っていただいております。その中で党派を超えた協調を進めています。このツールを各所、議員、政治団体の皆様に導入いただき、お金の流れを透明化することが当たり前になった時に、政治と金問題は解決に向けて大きく前進すると考えております。ツールの導入、これは議員それぞれの事務所の会計業務全体に関わる結構デリケートな業務なので、簡単にもう来月から全部できるよっていうタイプのものではないんですけれども、浸透に一定時間はかかると考えつつですね、しっかりと政治と金問題の解決に向けて粛々と進めてまいります。また、ツールを作るだけではなくて、ルール、法律に対する提言もどんどんやっていきます。このルールとツールの両輪の改革と呼んでいるんですけど、これを進めていきます。さっきも申し上げた通り、今の政治の会計のやり方っていうのは、民間のルールとは大きく異なっています。単式簿記、複式簿記と呼んでますが、この会計ルールを政治の世界だけ特別なものをですね、民間の基準に合わせることを提案したいと思います。さらに、お金が動いた時だけ記録する現金主義という主義を採用していますが、これからは取引が発生した瞬間に記録する発生主義に切り替えます。で、これね、発生主義にすると、取引が発生して記録が残るタイムラグがなくなるので、報告時期をずらしながら、現金が移動してないからということで、報告時期をずらしながら支出を隠す隠蔽が起こらなくなったり、透明性の向上につながります。さらに現金のやり取りっていうのは不透明でごまかすことがどうしてもできてしまうので、私たちは現金比率ゼロを目指します。これね、まだ現金じゃないと決済できないものありますので、完全なゼロっていうのをどこまでいつ頃できるのかっていうのはまだまだ模索中ではあるものの、これを目指していくと。そして全ての取引をカードや現行振込にすることで、いつどこに誰にいくら振り込まれたっていう電子的な証拠が明確に残ります。なので、ある意味その領収書なくしたよとか書き換えたよとか書くの忘れちゃったよっていう、そういった言い訳が通用しない、ごまかしが効かないような仕組みっていうのをテクノロジーで実現していきたいと考えております。